しかし、遺伝コードの偶然の出現を説明しようとしたリチャード・ドーキンスのプロジェクトについてはどうでしょうか。有名な無神論者であるリチャード・ドーキンスは、プログラマーのリチャード・ハーディソンが作成したプログラムを使って、遺伝子暗号の謎を解き明かそうと試みました。彼はその試みを、ウィーズ類たちという面白いゲームとして提示しました。彼はこう言いました。ある文の文字をこのプログラムに入力し、プログラムがその文を生成するのにどれくらいの時間がかかるか見てみよう。それと同じ尺度で、遺伝子が持つ情報システムの一部が現れるのにかかる時間を予測するんだ。リチャード・ハーディソンのプログラムの考え方は簡潔に言うと、以下の通りです。プログラムは、必要な正しい文字を見つけるために文字をランダムに表示します。もし正しい文字にたどり着いたら、それを保持し、次に必要な文字を見つけるための新しい探索を始めます。そして、このプロセスを文が完成するまで繰り返します。しかし、この例には一体いくつの誤謬が犯されているでしょうか。誤謬その1、不正確な文字の問題。ドーキンスは、賢明な人々の見識を無視して、次のようなことを教えてくれませんでした。もし間違った文字が保持されてしまったら、どうなるのか。プログラムは動作を停止すべきであり、再び正しい文字を探し始めるべきではないのが自然ではないでしょうか。誤謬その2、メカニズムの問題。彼はまた、文字を戻してその中から選び出すメカニズムが何であるかについても教えてくれませんでした。誤謬その3、機能的価値の問題。さらに大きな問題は、まだ存在しない生物にとって、十文字が形成されることには何の意味があるのでしょうか。これらの文字は、保持されるべき機能的価値を全く持っていません。誤謬その4、文字から生命への変換。どうやって文字が、生命、肉、血、臓器、ホルモン、そして機能へと変換されるのでしょうか。誤謬その5、設計者の存在。そして、最も重要なことですが、コンピュータープログラムには能力、知識、設計、意思、創造、精密な調整が必要です。なぜドーキンスは、自分の実験においてはそれらを必要条件とし、初期の地球の環境において創造者に帰することを拒否したのでしょうか。誤謬その6、目標の問題。まだ存在しないはずの生物は、どうして特定の文字が必要だと知ることができたのでしょうか。さらに奇妙なことに、その生物はまだ存在していないにもかかわらず、プログラムは正しい文字を保持し、間違いを捨てます。リチャード・ドーキンスは、プログラムが文字を検証し、必要なものを選ぶというこの実験によって、ランダム性の考えを超越してしまい、事前の設計の必要性を認めてしまったのです。この問題は、知識、能力、そして事前の意思の問題であり、ランダム性や非合理性の問題ではありません。誤謬その7、独立した事象の問題。さらに、進化は構築的な役割を持たないはずではないでしょうか。それなのに、なぜプログラムは間違った文字を削除し、以前に集められた正しい文字に基づいて構築していくのでしょうか。このような行為は自然界には存在しません。自然界における確率のすべての事象は、独立した事象、インディペンダントイベントなのです。それは前の事象とは全く関係がありません。もし文字が間違っていたら、その試みは終了し、プロセスは停止します。リチャード・ドーキンスの試みは、この理論の支持者たちが、現実や自然界で実際に起こることとは何の関係もない仮説や推測を立てていることを明確に示しています。リチャード・ドーキンスは、最初から特定の目標をプログラムに求めています。そして、コンピューターは結果を比較し、プログラムされた文字を保持し、残りを排除します。これは配慮、特別な配慮と注意、意思、知恵、そして目的がある行為なのです。そして、これこそが、創造の問題について信仰者があなたに語ろうとしていることなのです。しかし、自然には、例えば目など、様々な生命システムの複雑なイメージとそれほど複雑ではないイメージが含まれているのではないでしょうか。複雑なシステムと、クナーファの比、自然界には、目のように複雑なシステムと、それより複雑さが低いシステムがあるのではないか。この反論は、進化論の革新的な問題であり、この理論が証明された科学ではなく、哲学的見地に完全に依存していることを示しています。奇跡は単に目そのものにあるのではなく、光に反応する細胞にもあります。なぜこれらの細胞は光を感知したのでしょうか。どうやって光の感知が電気信号に変わるのでしょうか。そして、どうやってその電気信号が目の前のものを認識する意識と視覚に変わるのでしょうか。この問題は最初から不完全なのです。より未発達な目が存在するという過程で答えを出すことはできません。進化論者たちのこの哲学的アプローチは、私たちが彼らに、自然はチーズの乗った焼きたてのクナーファ、中東のデザートを作ることができるか、と尋ねた時の答えと全く同じです。進化論者は、こう答えるでしょう。それはとても簡単なことだ。小麦は自然界にある。太古の時代に隕石が落ちて小麦を粉砕し、
小麦粉になっただろう。それに少し雨が降れば聖地になる。そして、火山の溶岩の端にある岩の上は、素早く焼くのに最高の場所だ。美味しいクナーファの味。それも簡単だ。サトウキビはどこにでもあるし、熱い温泉がサトウキビを溶かして甘みを加える。チーズも簡単に出てくるだろう。孔子に授乳した後の雌牛の乳房から出る乳はたくさんある。この説明を聞けば、あなたはすぐにこの議論の馬鹿らしさに気づき、うんざりするでしょう。問題は、原材料、光を感じる細胞、くぼんだ目、より未発達な面の存在ではありません。問題は、チーズの乗ったクナーファを作るための知恵、ノウハウなのです。あなたが何百万年も待ったとしても、クナーファが自然にできることはありません。なぜなら、これは原材料の問題ではなく、ノウハウの問題だからです。原材料があれば十分だという過程は、哲学的な過程であり、科学的に信頼できる前提にはなり得ません。進化論者がやっていることは、複雑な生物学的システムを頭の中で分解し、その構成要素を自然界の様々な場所から再構築することだけです。まるでパズルゲームをしているようです。分解して、集める。想像力は豊かです。物語を紡ぐ才能を持っている人もいるでしょう。しかし、細胞内の分子レベルでは、すべての詳細が重要です。あなたの遺伝子差の中にあるたった一文字の欠陥が、システム全体を台無しにする可能性があります。驚くべきシステムである目については、なおさらです。人間の目の解像度は、5億7600万メガピクセルに相当します。目は、世界で最も純粋なレンズを含んでいます。網膜の光受容体の面積は、わずか 0.5 平方ミリメートルに過ぎません。これこそが、驚くべき奇跡であり、神による創造なのです。神が目を創造した奇跡。この輝きは、無神論者が主張するように、自然の偶然性から生まれたものでしょうか。驚くべき視覚のシステム。視覚がどのようにして起こるか、ご存知でしょうか。ダーウィン的な神話の解体論では説明できない。この驚くべきシステムの複雑さを理解するために、以下の説明に注目してください。網膜に光子、フォトンが当たると、それはロドプシンというタンパク質を活性化させます。ロドプシンは網膜の細胞内に存在します。ロドプシンが活性化されると、別のタンパク質と結合し、共に GDP 分子を放出して、代わりに GTP 分子を獲得します。この分子を獲得すると、それらはより強力になり、CGMP と呼ばれる分子を分離させることができます。この分子が分離されると、プラスに帯電したナトリウムイオンが細胞内に入り込みます。ナトリウムイオンが流入することで、細胞膜を隔てた電荷のバランスが崩れ、電流が発生します。この電流は、視神経を介して脳に伝わります。脳における奇跡。この電流があなたの脳に到達すると、奇跡が起こります。この奇跡は、考えるたびに私を驚かせます。あなたの脳は、受け取った電流の周波数を、視覚として解釈するのです。まるで、受け取った電気信号を、目の前の光景へと変換する完全な辞書をあらかじめ持っているかのようです。あなたの脳は、頭蓋骨という暗い箱の中にあります。そこに到達するのは電気信号だけなのに、どうして脳はそれを視覚として解釈するのでしょうか。どうやってあなたに視覚を与えているのでしょうか。どうやって、異なる次元を持つ1000万種類もの色の違いを識別しているのでしょうか。この視覚システムのすべての奇跡は、あなたが目を開けてみるだけで、一瞬のうちに起こります。そして、ロドプシンタンパク質から始まったこの視覚のサイクルが終わった後も、このタンパク質は次のサイクルに一瞬で参加するために、すぐに元の状態に戻らなければなりません。ロドプシンタンパク質を構成するために必要な暗号は、あなたのすべての細胞の遺伝子差の中に存在します。視覚プロセスの後にロドプシンタンパク質を分解するために必要な酵素の暗号も、遺伝子差の中に存在します。さらに、網膜、目のレンズ、まつげ、眉毛、頭蓋骨の骨、そして脳、これらのすべての器官の暗号も遺伝子差の中に存在します。1回分のロドプシンタンパク質の暗号が偶然に形成されるには、宇宙のすべての原子をもってしても不十分です。網膜の形成、脳の形成、暗い脳の箱の中で視覚の意味を認識すること、そしてあなたという人間がこの世に現れることについては、言うまでもありません。それゆえ、アッラーはクルアーンの中で次のように述べられています。これこそがアッラーの創造である。それなら、アッラー以外の者たちが何を創造したか、私に示してみなさい。いや、不正を行う者たちは明らかな迷いの中にいるのだ。クルアーン第31章、ルクマーン11節。しかし、私たちは化石を探索しながら目の進化を観察したことがあるでしょうか。化石記録に見る目の進化。化石の調査において、私たちは目の進化を観測したのでしょうか。化石学ぶは常に、進化論の支持者たちが予想し、望むものとは逆の結果をもたらしてきました。化石記録は、複雑な目がカンブリア紀の初め、
つまり生物の門、フィラーが出現し始めた時期に突然現れたことを証明しています。複雑な目は突然現れたのです。進化論の支持者たちは、目のような器官の出現について詳細なモデルを一つも持っていないだけでなく、細胞内のたった一つの機能的な分子が進化によって出現したことについても、詳細なモデルを持っていません。彼らが持っているのは、表面的な想像だけです。そして、化石の研究は、その想像とは逆の結果をもたらしています。DNA 出現以前に、RNA の世界は存在したのか。この質問は、現代の科学において頻繁に議論されるテーマですが、結論から言うと、その RNA の世界の仮説は正しくありません。DNA は、私たちが以前に議論した4進む方の暗号で情報を符号化する遺伝子差です。同様に、RNA もまた、あなたの細胞内に存在する4進法の情報システムであり、細胞内でタンパク質合成のような特定の機能的なシステムを符号化します。あなたの核細胞の中には、タンパク質を製造する役割を果たす RNA の世界があります。したがって、DNA の世界の出現を説明するために RNA の世界を仮定することは、複雑なシステムを別の複雑なシステムに加えるだけで、それを説明と呼んでいるようなものです。RNA 世界の仮説が誤りである理由。DNA の世界以前に RNA の世界があったという仮説は完全に間違っています。なぜなら、RNA は本質的に脆弱で、生きた細胞の内部に存在して初めて、一時的な情報保持者としての役割を果たすからです。RNA は自発的に分解されてしまいます。そのため、科学者たちは DNA の世界以前に RNA の世界があったという仮説は最悪の仮説だと考えています。RNA は非常に壊れやすく、細胞に先行することはできません。したがって、それを生命の出発点とみなすのは不合理なのです。